おはようございます。たかしです。本日は11月23日木曜日、ただいま8時15分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。昨日ポンド円陽線ですね。ここのところずっと上昇トレンドなんですね。この上昇トレンドの中で一旦天井をつけての下落になってきた。そういう形です。ただし GMMA の青帯は上向きですので、その GMMA に接触しての上昇というそういう形ですね。ですのでこの上昇がどこまで続くのか、直近の高値、ここですね。188円付近を明確に上抜けてくれば、この上昇トレンド継続にはなってくるんですが、ここを上抜けられずに、例えばダブルトップでの下落になるとか、そういう動き方をしてくる可能性もありますので、その辺は注意ですね。ストキャスティクスは過去のゴールデンクロスと同じ位置からゴールデンクロスして GMMA 接触の上昇ですので、一旦は本日も上昇方向を見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は直近では黄色のボックスの中に一度戻されて、その下限付近からの上昇になってきております。現在はこの直近の高値付近を目指して上昇しているのかなと思ってますので、188円ぐらいまでの上昇を今は見ておきたい。ただし4時間足の GMMA は横ばいになってきてますよね。最近までは GMMA 上向きで、その GMMA の上で動いていたんですが、そこを下抜けてきて、そして今また上抜けはしてきたんですが、GMMA が横ばいになってますので、大枠ではレンジを想定しておきたいですね。レンジ上限が直近の高値188円付近、下限は黄色のボックスの下限、このあたりですね、184.5 付近っていうところをイメージしてます。ただし直近最高値まで上昇してくるかどうかわかりませんし、現在というのはこの白の水平線がありますが、186.8 というこのあたりっていうのも意識されてくると思いますので、そのあたりでのレンジになってくるのか。そうすると 184.5 から 186.8 ぐらいでのレンジになってくる可能性もありますので、その辺を見ておくのがいいですね。4時間足ストキャスティクスは高値圏にあります。ですのでここからは一旦のこのストキャスティクスの過熱感解消を待ちたいところですね。現在はここから上昇しそうなそんな雰囲気にも見えてきます。 GMMA を上抜けて、そして GMMA にサポートされているようなそんな感じにも見えてきますので、ここからの上昇はイメージできるんですが、ストキャスティクスやはり高値圏にありますので、一旦はもうちょっとここで現在地付近で揉み合う、そしてストキャスティクスのこの過熱感を解消してからの次の上昇というところを見ておくのが良さそうです。では1時間足です。1時間足は綺麗に上昇トレンドを描いております。ただし昨日の高値を明確に上抜けられなければ、現在っていうのはダブルトップでの一旦下落になる可能性がありますね。一旦はストキャスティクスも高値圏、4時間足もそうでしたので、まずは GMMA の青帯付近、もしくはストキャスティクスが過熱感を解消するぐらいの下落は見ておいてもいいと思いますので、まずは一旦下落をイメージしておく。そして次 GMMA 付近でその下落が下げ止まるのであれば、次は反発上昇というところを見ておきたいですね。その上昇が昨日高値を明確に上抜けられるかどうかというところに注目です。先ほど4時間足では大枠ではレンジと言いました。そのレンジの上限は188円の可能性、そして現在地付近の可能性を考えておりましたが、もしかすると昨日の高値、それからこの GMMA の青帯っていうところですね、186円ぐらいの間での小さなレンジになってくる、もしくはここでアセンディングトライアングルを作るみたいな、そういう動き方をするかもしれません。基本的には1時間足が上昇トレンド中ですので、この上昇の流れに乗っていけばいいと思いますが、かなりの最高値付近になりますので、突発的に大きく下落するということも考えられますので、この上昇の流れに乗っていく場合は短く利益を確定していくのが良さそうです。では次はドル円ですね。ドル円は現在 GMMA の青帯を一旦下抜けたんですが、長い下髭からの上昇、昨日は強めの上昇になってきております。ただ GMMA の青帯を明確に上抜けたわけではありませんので、やはり基本的には上値は重くなると考えられます。現在はずっと上昇トレンド中だったんですが、大枠ではオレンジの平行チャンネルの中で動いてまして、その上限もしくは下限をタッチしに行くのかなと。今のこの動きを見てますと、一旦下限をタッチしに行くようなそんな動きになってくるんじゃないかと考えてます。ただその中で今は一旦の反発の上昇、この反発の上昇がいつまで続くのか、そして直近高値を上抜けられなければオレンジの平行チャンネルの下限を目指して下落していくだろうという、そんな
んなイメージを持っております。では4時間足です。4時間足では緑のボックスの下限付近で一旦反発するかと思いきや、一旦反発はしているんですよね。この下髭、昨日はここ一度、1時間足単位では一度下落はしているんですが、結果的には上昇してきました。ですので今緑のボックスの中に戻されてきましたので、緑のボックス上限を目指して上昇する可能性を考えておきたいです。ただし現在は GMMA の青帯に接触、そしてストキャスティクスも高値圏にありますので、ここからどんどん上昇するというよりは、一旦このストキャスティクスの過熱感を解消に動くと考えます。過去のストキャスティクスデッドクロスを見てますと、この下落ですね。ここ11月16日の木曜日からの下落になりますので、ここから結構大きめの下落をしてますので、現在地付近からストキャスティクスがデッドクロスして下落に向かえば大きめの下落をしていくということも十分考えられます。ただやはり昨日の強い上昇がありますので、下落するにしてもすぐに下落するというよりは、現在地付近で揉み合ってからの下落になるとは考えますので、先ほど言いましたように緑のボックスの中に戻ってきているので、ボックス上限を目指すような動きになるのか、それとも現在地付近で本日揉み合ってからの下落になっていくのかっていうところを考えておきたい。つまり1時間足単位で小さなレンジとか何かしらの形を作ってくる可能性がありますので、それを抜けた方についていく。上抜ければレンジ上限まで、下抜ければ147円ぐらいまでの下落っていうところを見ておくといいかもしれません。では1時間足です。4時間足では微妙なところにありました GMMA に接触してここから下落するのかなというところにはありましたが、1時間足では今綺麗に上昇トレンドを描いているんですね。一昨日からの上昇で安値切り上げ、高値更新しての上昇トレンドになってますので、基本はこの流れについていくのがいいと思います。 GMMA の青帯も上を向いてきておりますので、本日一旦調整の下落をしたところからの次の上昇の流れっていうところを見ておきたい。ただし直近の高値っていうのがこの辺150円付近になりますので、そのあたりは意識されてくると思いますので、まずは150円ぐらいまでの上昇、そこを超えてくればこのオレンジの水平線 150.5 ぐらいまでの上昇を見ておきたいんですが、昨日の動きを見てましても比較的深めの押しをつけておりますので、本日も一旦深めの押しをつけてからの上昇、そして高値更新をした後もまた深めの押しをつける可能性っていうところを考えておくのがいいですね。基本的には1時間足のトレンドについていけばいいと思うんですけれども、本日はボラが低くなる可能性がありますので、ドル円もポンド円もほぼほぼ動かない可能性っていうところも考えておくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を更新しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。限定動画はその知識の宝庫となっております。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。